しっかりチャージして、よし、プリミティアプレイヤーエールです。今回はパイルバンカーを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、追加されたコンデンサーを利用して、いい感じに杭を射出したいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは回転を直線運動に変える仕組みからですね。ベアリングを組み合わせて、後ろ側のベアリングをモーターで回すと、真ん中の棒が前に飛び出すようにします。前側にはベアリングのバネをつけて、飛び出した棒が元に戻るようにしました。モーターは2つつけて、同時に回るようにします。そしてこの仕組みを回すのは、もちろん新素材のコンデンサです。まずは一つ持って仕組みに近づけると、よし、棒が高速で飛び出しました。でも、戻りが中途半端なので、ベアリングのバネを強くして戻りやすくしましょう。この状態でもう一度試すと、棒がちょっと傾きますが、ちゃんと戻ってくれました。ここからさらに、攻撃を強くするために、棒の先に電気を通さないゴムと、10個並べたタングステンの刃を取り付けました。ゴムを挟むのは、タングステンに無駄な電気を流さないためです。それから刃の前に、古代の軽量プラスチックを置いて、それを狙って射出してみましょう。まずはコンデンサー1個から、1万ダメージ以上を与えています。もう一つコンデンサーを追加すれば、ダメージは上がるんでしょうか？あれ？ほとんど変わりません。今度は3つ直列にしてみると、やはりあまり変化しません。その後も、いろんなパターンのコンデンサで電気を流してみましたが、どれもほとんど変わらなかったので、1個で十分みたいです。使用するコンデンサーは一つにして、コンデンサから通電させるトリガー付きの仕組みを追加しましょう。こんな感じでトランジスタと空のコンデンサー、トリガースイッチとバッテリーを組み合わせることで、トリガーを引いている間は、コンデンサに電気が溜まっていき、トリガーを離すと、コンデンサの電力が解放されて、パイルバンカーが発動するようにしました。要するにため打ちですね。LED をつけると電気の流れがわかりやすいと思います。バッテリー1本だとコンデンサが満タンになるまで時間がかかるので、バッテリーを4本に増やすとちょうどいい充電速度になりました。早速射出すると、よし、14,524ダメージ。なかなかの威力です。そして貯める時間を短くすると、威力が下がりました。つまり、トリガーを押していた時間によって、威力が変化するようになっているわけです。コンデンサーを増やせば、最大チャージ時間を伸ばせますが、威力は変わらないので、やはりこの仕組みは、コンデンサー一つが最適解みたいです。ここで地面との固定を解除して、手に持って使ってみると、なるほど。後ろに反動が発生する分、威力が低くなりました。タングステンの刃も引っ込んでいませんね。この状態でも、わずかに前に飛び出るので、攻撃できないことはないですが、当てづらいですし、威力も出にくいです。そこで、私の体を押さえつけるパーツを追加することで、よし！地面に固定している時とほぼ同じダメージを出せました。でもトリガーが持ちづらい位置にあるので、船体の配置を見直してもっと使いやすくしましょう。配線も細くして軽量化もしています。しかし、こちらを発射しようとすると、トリガーを引いた時、わずかにピクッと動いてしまいます。ここで無駄な電力が消費されているので、電力を節約するために1センチの厚さの水晶を利用してコンデンサに電気が流れるのを 0.1 秒だけ遅くしました。
そうすると、最初にピクッとせず、しっかり電力がチャージされて、杭を射出することができます。何度か使ってみても、ちゃんと動作していたので、この仕組みなら問題なさそうです。ここからさらに、私の体を支えるパーツを跳ね返りやすい高反発ゴムに材質を変えて、体を支えやすい形状にしました。こちらを持ってターゲットに攻撃しましょう。しっかりチャージして、よし、二重にダメージを与えるパターンですが、ちゃんと効いているので、よしとしましょう。今までのパイルバンカーのように、一発のダメージは高くありませんが、何度も使えますし、チャージ時間によって威力の調整もできるので、なかなか使いやすい武器になったんじゃないでしょうか。これでパイルバンカーは完成ですね。ちなみに、ベアリングの起源によって、杭が戻ってこないこともありますが、手で引き寄せれば戻るので、使えないことはないです。しっかり近づいて使えば、普通にダメージも与えられました。では、いつものように、巨大な木から破壊していきましょう。一発では破壊しきれませんが、何度も繰り返し撃てますし、杭の部分には、10枚の単偶線の刃を使っているので、壊れても次の刃が活躍してくれます。そのまま攻撃を続けると、よし !4 本の木を破壊できました。続いてドローン工場の壁は、運が良かったのか、多段ヒットして一撃で粉砕できました。それからも撃ちまくることで、壁を粉々にすることができました。そして、風力発電機を狙うと、よし !9094 ダメージ一撃で破壊できました。かなり近づかないとダメですが、当てればなかなか強いです。風力発電機はあっさり破壊できたので、ついでに交渉も破壊しておきましょう。こういう用途にも結構使える武器ですね。それでは次はこちらのザボキャラの大群を狙って、パイルバンカーで攻撃してみます。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速当ててみると、250ダメージ。こういう軽い敵には、威力が下がるみたいですね。遠距離武器のように、遠くから弾き飛ばすこともできないので、地面に当てて1体ずつ倒していきます。多分普通に体当たりした方が簡単に倒せると思います。それでも、繰り返し使い続けることができるので、なんとか全員倒すことができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。右手でトリガーを引きっぱなしにして、コンデンサーが満タンになるのを待ったら、敵に近づいてトリガーを離しましょう。一発ずつチャージが必要なので、連射することはできませんが、今までのパイルバンカーと比べると、かなり使いやすくなったと思います。再利用可能なのがいいですね。ザコキャラを倒した後は、近くにいたスライムも、ついでに破壊しておきました。それでは最後は、イエロースライムに効くように、先端にガラスの針をつけたら、こちらの巨大スライムを狙って、攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。チャージしながら近づいて、トリガーを離すと、やったー !87,783 ダメージ巨大スライムを倒しました。ガラスの針が弾かれたのかかなりのダメージを与えて、一撃で破壊できました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、パイルバンカーさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、
録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、